その何をもって切れるかっていう話で、結局は炭素量が多い方が引っかかって切れます。はい。で、これね、これも鋼とステンレスで分けなきゃいけなくて、まず鋼の場合、特に白紙とかで言うと、やっぱり炭素量が増えると、その炭化物が、その量が増えていくので、引っかかって切れる傾向にある。で、ステンレスの場合は、炭化物が増えるプラス、大きくなるんだよね。なので、2つの路線でやっぱり炭素量が多い方が切れるっていうのは、僕はその切れ味という点で言うと間違ってるかなと思うんですね。はい、炭素量が少ない方が切れ味はいい。で、研ぎもしやすい。ただこれもね、また鋼材で分かれてくるんですけど、鋼においては炭素量が多い方が長切れします。ただステンレスにおいては炭素量が少ないもの方が長切れするやつも出ました。ただ流れとしては、今までの流れで言うと炭素量が増えた方が引っかかって切れる傾向にあり、で長切れする。で瞬間的な切れ味であったり研ぎやすであったり、トータルなメンテナンス性は、炭素量が少ない方がいい、はいっていうことですかね。なので、個人的には炭素量が少ない包丁の方が僕の周りでは圧倒的に評価が高い。炭素量が多い包丁の方をみんな硬くて研げないとか扱えないとかかけやすいとか、そういう表現をする方が多いですね。やっぱそこもごっちゃになっちゃってるのが結構問題ですよね、その切れ味自体の定義。そうなの。やっぱその切れ味がいいっていうと、多分よく切れるのことをみんな言ってると思うんですよ、藤谷さんの定義の中でいうと。でそうなるとやっぱ炭素が高い方がよく切れるっていう説明にもなってるし、お客様の理解もそういう形になってると思うんですけど、あくまでもこっち主体の切りやすさであって、食材の目線に立った時には逆だよっていうところですよね。そうね。だから粒子が細かい包丁の方がさっきの話めちゃくちゃ切れ味も出しやすいし、研ぎもすごくしやすいしっていう反面、砥石を、すごく細かい砥石で仕上げれば仕上げるほど、要するに1万番とかでそういう高い番手で仕上げれば仕上げるほど、場合によっては、トマトの皮とか、パプリカピーマンとかああいうちょっとつるっとしているのに逃げがあるような食材に関しては滑るっていう感覚を得る可能性もあります。はい。なのでその方が実はそこだけを取ってみると、いや作業ができなくてダメって言われがちなんですけど、ただそこを超えて食べ比べをしてみたりすると、そっちの方が苦みが少なくてすごく甘みを感じて美味しいっていう方が多かったりっていうので、やっぱりね、その不都合は出てきたりはするんですけど、味っていう面で言うと、そういう粒子が細かい方がやっぱり引っかかないことによって細胞を壊さない。炭素の量が増えていくと引っかくようにどんどんなっていくので、やっぱり細胞に対しては良くない、高炭素の方が実は美味しく切れないっていう傾向にあるかなと思いますね。それこそ刃物の見方を読んでもらうと面白い話が載ってて、実はもうそのね一節言ってしまうと、とにかく硬い刃物を作ってくれと。でカミソリを作ってる研究でやってらっしゃって、康介さんの息子さんがカミソリ鍛冶さんなんですけど、それで言われて作って納品したらまだまだダメだ。でまた硬いのを作れって言って納品しても、なかなか OK をもらわないと。で柔らかいのを作って納品したらついにできたかっていう、すごい切れたっていうお返事が来たっていう逸話があるんですよね。はい。でそれは似たようなところを僕もすごく感じてて、硬い包丁よりも柔らかい包丁の方がまず切れ味が出やすい。なぜっていうと、刃が揃いやすい。削れやすい方が砥石のなんて言ったらいいんだろうね、その研いでいる時に硬い方が圧力を入れると、実は刃が削れるよりも先に欠けてしまうことがあったりするんですね、顕微鏡で見ていくと。
だからやっぱり薄いところがものすごく硬ければ、すごい力を入れて研げば研ぐほど、実は台形になったり刃先がノコギリ状になりやすいっていうことも分かってて、引っかかる元になる炭化物が欠落しちゃうっていうもあったり、もう単純に本当に硬さが耐えられずにもう欠けちゃうっていう、そういう本当に顕微鏡で見るともう恐ろしい三角形みたいなノコギリが起こったりする傾向もあって、だから硬い方が刃が揃わないっていうデメリットもあったり、ただその引っかく切れ味をすごく肯定している方々からすると、よく切れるっていうふうに言われたりもする。当然食材を逃がしにくいので、その分やっぱり食い継ぎが良くて、切れる感覚があるのも、全く間違ってはない感覚としては。だから何をもって切れる切れないで、そこに好みも介在してくるので、だから白市の方が切れるって感じる人たちもたくさんいらっしゃるわけですよ。その白さともし比べても。たださっきの話、定義としてその何がゴールなのかっていうのを決めておかないと、もう完全にただただ好みの話で終わってしまう。いや俺白さん好きなんだよね、俺白市好きなんだよねっていう、そのもう好きにしたらどうですか論争でも終わってしまうので、ではなくてやっぱりその硬い包丁の方がその実際扱いがもう本当に難しいんですよね。だから研ぐのも難しい、砥石も選ぶ、で刃先を研ぐ時も力加減とかもすごく気をつけなきゃいけない。で意図せずやっぱり勝手にノコギリになったり、大きくかけやすいっていうので、実際切れるように本当にできてる人とどんだけいるのかなっていうぐらいやっぱり本当は難しい。柔らかい方がそこがすごくイージーになって、結果美味しく切れたりメンテナンスが非常に高いっていうのもやっぱり分かってきてるんですよね。目で見えにくいっていうのが難しいところですね。だから本当に極端な話、ノコギリでトマト切ってると思えば分かりやすいかなと思うんですよね。もうぐっちゃぐちゃになると思うんですよ。それをカッターとかカミソリみたいな、目で見たらストレートな刃で切るとスパッて切れるけど、それをノコギリでやったらぐっちゃぐちゃになるので、それをもうちょっと狭い世界、もうちょっと細かい世界でそのグラデーションがあるよっていう話で、やっぱそういうふうに考えてもらうと粗ければもちろん引っかかるんで、その切ってる感じはするんだけれども、本当にね、そこの感覚が多分切れ味って言ってるんだと思うんですよね。だからそのノコギリで木を切る時の引っかかってる感じが切れ味よく切れるって。でもカッターで木切ったらツルツルしちゃって滑んないんで、これもねやっぱり地域性もかなりあって、例えば魚をすごく使う職人さんでもやっぱり関東とそれ以外の地域っていうのでも結構その考え方っていうかその研ぎ方の違いとかもあって、結構漁場が近いとか関西圏だと取れたてピチピチの魚が多かったりして、その場合中とフィニッシュの方がひっつきにくかったりとかで、場合によってはその臭みが出てない状態で引っかくと香りが強く出るので、それが実は好意的に思うところがあったりする。逆に関東圏だと寝かした魚が多いので中とフィニッシュだとすごくひっついて作業がやりにくいっていうので、仕上げ砥石である程度光らせて研ぐっていう風にして、ひっつきにくくして、切れやすくするっていう、そこら辺の元々のその魚の状態っていうのでも研ぎ方っていうのが実は分かれてるっていうのが調べていくと分かっていて、でそういった時にやっぱり硬い包丁をそのまま仕上げでずっとビカビカにするともうボロッボロに欠けてしまう。糸刃をつけないっていうような状態でやってしまうと、そういうことがやっぱり起こりやすくて、そういったところでも硬めじゃない方がいいっていうのは、関東圏では特にあった部分なのかなって気はするんだけどね。だから関西の方が硬い方がいいって昔から言われてて、堺では硬い包丁がっていうのも、それもやっぱりね、そういうちょっと元々のその扱ってきた魚とか研ぎ方とか、そこから切れるようにみんな頑張ってやるんで、やっぱり中戸で終わった方が調子が良かった人たちは、わざわざ仕上げかけない方がいいよ、自然とそこの食材の状態に合ったものが残ってるっていう感じなんですね。そうで、ただ仕上げをかけた場合硬い方が、どちらかというと柔らかい方が調子がいい。で仕上げをかけない場合硬い方が調子がいいケースがある。なぜっていうと、明らかにノコギリだった場合
刃が柔らかかったら形状すぐ変わりますよねっていう。なので中とフィニッシュの場合は硬めの方が実は調子がいい可能性がある。で仕上げをかけた場合どうしてもその薄くなってるのに硬いともう刃が弱すぎてもうボロボロにかけちゃったり目に見えないのにも実はすごいノコギリ刃になってるとかそういうこともやっぱり調べていくと分かってるので。そのね今そういうね地域性っていうかそれはもちろん残ってるんだけども、やっぱりどういうふうにしたいのかによってその硬い柔らかいっていうのは変わってくる。ちゃんと仕上げを砥石を使って美味しく切れるようにしたいですって言った場合は、あまり硬い包丁じゃない方がいいのかなっていうのは感じてて、よりね研ぎやすい方がよりまたね、常に切れるようにしやすいっていうのもあったりするのかなっていうのは分かってますね。結構ねそのバックグラウンドがめちゃくちゃ大事で、そこの地域の料理であったり料理の傾向であったり、そこを見ていかないとなぜここはねこういう刃物を使ってるんだろうとか作ってるんだろうとかそういう話が出てくるんだろうとかって、そこも実はすごく影響している。やっぱりね今でこそこうやってインターネットだなんだって言って情報がすごく錯綜してねいろんな情報が見れるようになった中でそういう逆に言えば氾濫してるから悩んでしまうというところもあるんですけど、ただもともとのねその培われたノウハウっていうのはみんなそこでやってきた中で自然とそれが調子がいいよねってみんな感覚的に選んできた技法だったりはするので、それはね間違ってはないんですけど、結局ね関西の人と関東の人が、ベースが違って違う土壌で、物も違うのに戦ってるみたいな話になっちゃってたりするんで、やっぱりそれぞれの、ところその言い分をきちんと整理して、魚の、状態が違うんだとか、何をいいって言ってるのか違うんだとか、そこを理解した上でやっぱり、話をしていかないと、いけない。たださっきの話仕上げをかけるっていう上ではあまり硬い包丁っていうのは、いい結果ちょっと得られにくいんじゃないかなとは思いますね。その定義づけが大事ですよね。何事も議論する前にそこもそもその定義がずれてると全く話噛み合わないし、もう最初から話してる方向が違うんで、一つのじゃあ切れ味っていうものに対して議論するんであれば切れ味とは何かっていうその定義がはっきりしてないと、そもそも噛み合わないんで、やっぱそれがよく見受けられるんですよね、同じ同業だとしても。だからネット上とかで見てても、もう違うね階級違うボクサーたちが揉めてるみたいな、その土俵が違うんですよねそもそも。なのにそこで戦ってもしょうがないし、やっぱそこのじゃあ仮に議論するのであればそこの定義をはっきりした上で、じゃあそうすればじゃあこの場合はこうですねこの場合はこうですねってなるんですけど、その定義がずれてると絶対全然噛み合わないんでやっぱそれをよく見かけて喧嘩してたり言い合ってるのを見て、いやそもそもお互いその定義が違うからそれだと成り立たないよなっていうのは。ヘビー級とライト級がね、いや足使わなきゃって言ってるのとね、どれだけパンチ力上げるかとかっていうね、それで言い争ってるみたいな感じで、やっぱりちょっとそういうところもね大事ですよね。だからそこら辺がやっぱりそのきちっとしたそこら辺の区別であったりカテゴリー分けがやっぱり業界としてもできてないっていうのもね、やっぱり多くの方々の混乱を招いてしまってるのかなって気はします。多分理解してないとカテゴリー分けができないのかなっていう気はします。やっぱりそこを知ってるからこそこれとこれ違うよねって見えてくるのであって、知らない人からしたらもう切れ味ってよく切れることだよねで多分終わってしまうのが一般的なんで。基本的にねやっぱりこういう話の本当の芯からカテゴリー分けをちゃんとしていこうと思うと、もう結局歴史を知らないとわからないし、で切るもののもう食材も勉強しないともうわからなくなってくるので、それこそもう鋼材単体とかに分けていかないと極論、もう食材も食材その個々によって、野菜なのか魚なのか肉なのかによっても多分変わってくるんで、極端な話するとやっぱそこまでちゃんと定義づけをした上で、じゃあこの食材はこの包丁でこの仕上げがいいよねみたいなことを多分今やってらっしゃるっていうことですよね。だから全てにおいて万能なものなんて絶対ありえないしね。だからこそね和包丁なんてあんなに形がいろいろあるわけでね。